ゃないですか。またちょっと雰囲気変わりましたね。はいねえ、もう雰囲気が。あなたのトラックに乗せてくださいということで、お父さんの、そのなんか名字が北出なんですけど、はい。その北出の北を取って北洋水産なんで、はい。なんか自分の中でもちょっと北洋水産ってなんか特別な存在で、お父さんのね、なんだろう、今まで頑張ってきたのを今度は自分がお父さんのね、ちょっとサポート役としてできればいいなって思って。積み込みお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。2箇所で積み込みしたって感じなんですね。そうですね。ね、でその間にリフレッシュもされて2箇所で積むとかって、まあ、こういったケースって結構あるんですか？今までは1箇所だけだったんですけど、まあ今年夏がすごい暑かったじゃないですか。暑かったですね。なので魚が死んじゃったりして、はい、ちょっと1箇所ではもらえなくて、はい、なんでちょっと今日は2箇所ですね。なんか今まではい、失敗したなみたいなことってあったりもしますか？失敗、道が狭いので、はい、であと隣がうんもう海じゃないですか。海っすね。ちょっと間違えたらトラック落ちるっていう。てか一番最初に来た時はもう怖くてバックができなくて、はい、落ちたらどうしようみたいな。そうですね。確かにビビりますよね。そうですね。すぐそこ海みたいな。そうですね。なんでなんかバック入れると音するじゃないですか。ピーピーピーって、はい、その音が何度も聞こえるとみんなに迷惑じゃないかって思うんで、はい、ちょっともうビトをつけて、音鳴らないようにしてます。初心者の人におすすめできたりとかできますか？初心者の方におすすめ。でも箱車のトラックだと、はい、結構なんか風が強い日とかだと、はい、やっぱなんか揺れたりするじゃないですか。揺れますね。でも活魚車って結構海水が乗ってるともうすっごい重いんで、あんまりハンドル取られたりとかはないですね。あと箱と違って車体がちょっと低め、水槽の部分が低めなので、風の抵抗があまりないから、乗りやすいとは思います。まあそれとあとこうウェイダーですかね。カッパ。はい。むちゃくちゃ可愛いやつ。可愛いですか？超可愛いと思って。そうですね。あんな色売ってるんですか？はい、売ってます。マジっすか？お父さんがもともとなんか黄緑みたいな黄色着てたんですけど、はい、もっと派手な色がいいって言って、はい、お父さんが探して、はい、あの色を見つけてくれました。そうだったんですね。はい。めちゃくちゃギャルやんと思って。働いてる姿もめちゃめちゃギャルやん。本当ですか？アパレルのまま店員さんいけますよ。いや本当に。あれ何年ぐらい来てるんですか？あれはもう5年ぐらい来てるのかな。結構長いですね。本当ですか？じゃあ、はい、トラック乗り始めの頃ぐらいからなんかより前から多分来てると思います。そうなんですね。そうですね。なんなら私結構中学生ぐらいからもう運ぶのは手伝ってて。そうなんです。マジっすか？そうなんです。中学生から中学生ぐらいから、はい、そうですね。ちょっと重い荷物もね運べるようになって、お父さんと一緒になんか水袋に魚入れて、はい、運んだりしてました。マジであれやないですか。もうエリート街道まっしぐらいやないですか。いやエリートではないですけど。だからか。下ろす時も着るんですか？下ろす時はこれじゃなくて、はい、前掛けって言って、前掛けエプロンの長いバージョンです。真っ黒のね。うちは白ですけど、はい、そうですね。それで下ろします。カッパズボンだとどうしても上がったり下がったりする時にやりにくいので、もう長いエプロンの前掛けでやってます。今までなんですけど、はい、どんな魚釣んだことありますか？釣んだことがあるやつは、はい、あんま珍しいものはないですけど、はい、
もうカンパチ、カンパチ、アジ、はい島アジ、はいはい、サバ、サバ、イサキとかそのぐらいですかね。あお父さんは結構ねやっぱやってる期間が長いんで珍しい魚とか。なんかこれ過去変わり者の魚やったなっていうのはあります？天然のクエですね。クエ、そうです。超高級魚ですね。はい、25.5 キロだったんで、やっぱもうはいお父さんと2人がかりで、はいそうおろしましたね。背びれもなんかもうこんなんだったかな。こんな長さなんで、もうなんか突き刺さったら死ぬと思ってめちゃくちゃ怖かったです。だからだってトゲトゲしてますやん、クエって。そうです。はい、でかいカゴでは運んだおろすいはいおろして水槽に入れたんですけど、はめっちゃ怖かったです。もこれね、言えれる範囲でいいんですけど、うんちなみに大体どれぐらいなんですか？うそのクエでそのクエでどれぐらいなんだろう、30万から40万ぐらいだったと思う。マジっすか？やばいっすね。でもそれ運んでる時緊張しなかったっすか？めでっちゃ怖かったです本当に。お父様もビビらなかったっすか？こんなもん運ぶみたいな。そうですね。これどうやっておろすが第一声でした。ああ、着いた瞬間にただいまどうやっておろそっかみそうたいな。ですね。で活業者ならではだと思うんですけど、まあなんか運ぶ時に気をつけてることってあります？そうですね。運搬中は酸素が酸素、はい出てるか出てないかってはいいうのははいチェックしますね。やっぱ酸素が出てないと、はい魚死んじゃうので、はい。ちゃんとブロワーをつけてるかどうか。ああ、じゃあなんか休憩をするときにそういったところを確認してるんですか？あ、そうですね。はい、ちゃんと出てるかなとか、変な魚いないかなとか。変な魚いないから。たまにそうですね、傷ついた魚がねちょっと弱ってたりとか、はいね、するので、あーそういうのとかいい。ないかなとかチェックしてまああ、じゃあ魚の健康管理っていうところも、す。はい。あれっすね、水族館の飼育員さんみたいな気持ちになるみたあ、いな感じですか？確かにそれありますね。ねこのモニターでも見れるんですよ。モニターで見れるんすか？あ、そう見たい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 。ですか？どうやって見るんすか？これ今ちょうどバックモニターになってるんですけど、はい、バックになってますね。これを水槽内にするとこうやって水槽うがわ、すげえすげえ、超泳いでるじゃないですか。そうなんです。島アジが。島アジ泳いでます。なんで今すげ横にちゃんとブロワーが出てるんで、はいで大丈夫ですね。はい。でこっちうわは貝すげえなんでもうカゴが入っちゃってるから。はい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 。あ、じゃあまたブロワーが出てる水槽の何層目かっていうところまで全部見れるんそうでです。全部見えます。はいすげえ。そうですね。こんなん見れんねんや。走りながらも確認できる。そううわー、水族館や。水族館に来てる。なんでこれが当たり前だと思ってインスタのストーリー上げたら「何それ!」って言って何それでしょ魚まで見れるの?」って言ってすごい反響でした。いやでしょうね。今僕が今一番ビビってますよ。本当ですか？だってもう水族館行かんでええんやもん。ここまで見れますめちやん。ゃめちゃ間近で見れます。へえ。でその他なんかこう確認する方法ってあったりとかするんですか？そうですね。あとはもう止まった時に窓から見るとか、窓。はい、小窓がついてるので水槽内を見ることができます。窓。どういうことっすかそれ？そうです。水槽に窓あるんですよ。水槽に窓あるんですか？はい、そうなんです。マジっすか？来ます。もう水族館やもんそれ。すごい。いやマジで活魚さんこれ乗りた。めっちゃおもろいやないですか。なんか毎回なんか海水を汲んでるやないですか。そうですね。あれってなんでなんですやっぱ定期的に入れ替えしてあげないと、か？はい。やっぱ汚れてきちゃうので、あ、海水はきれいに保てるように心がけてます。あ、こまめにこまめにそうですね。魚持ってきてくれる業者さんも北洋さんの水槽一番きれいって言ってくれます。生かしておくためにそういう工夫だったりとかも欠かさず。そうですね。メンテナンスはお掃除とかもそういうのは結構きちんと、お父さんがそういうことは綺麗好きなので、あー、そうなんですね。そうですね。だから水槽は綺麗にしろって言われるので、はい水槽とトラックはもう綺麗綺麗にに一応してます。なんか最初のね、なんか乗り始めの頃とか怒られたりとかしたことないですか？めちゃめちゃ怒られました。
めちゃめちゃ怒られたんですか？はいパパにそれは怒られちゃった。そうですね、パパに怒られました。えお前どういう運転下手だとか、そんなんじゃ魚死ぬぞとか、はいあんまりゆっくり走りすぎると、はい夏とかだと、はい。海水温が上がっちゃうから魚死ぬぞとか、ああ、そうなんですね。すごいせかされます。へえ。もうはよ行けはよ行けみたいな。そうですね。いいっすか？俳優館や。うわ、めっちゃいい。すごい。うわ、すげえ。最高。活魚車欲しい。最高やんけこれ。うわ、いいな。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ごめんなさい。欲しい。絶対買おう俺。でこの後なんですけど、はいお店でじゃあ荷下ろしをするみたいな感じ。そうですね。今日積んだ魚を全部お店の水槽に入れます。お一人で毎回下ろすんですそうですね。はい。その時はパパはさすがに手伝いに来てくれ。最初のうちは来ましたけど、もう今ははいよろしくみたいな感じなんで来ないです。逆にね、なんか任されてた方が、うんうん。やりやすいです。下手にいるとチャチャがすごいんで。ああ、もうむしろ来るなと。そうですね。パパに対してクレームを入れるとすると、どういうところがあります？もうちょっと静かにしてっていう。静かにして。多分ね、この動画見て多分反省してくれると思います。ちょっとうるさかったかな僕。わかるかなそれで。で、会社に戻ってじゃあ荷下ろししました。で、ちょっとその後も気になっちゃうんですよ。活魚車には海水が残ってるので、はい。その海水をはい水槽の海水とはい。ちょっと入れ替えあ、をし入れ替て、えちゃうんですね。そうです、んその作業がまた時間がかかるし、はい。めんどくさいです。あ、超だるいですね。そうです。じゃあその作業まで見せていただくみたいな感じですね。はい、そんな感じです。で、家族がこうドライバーっていうお仕事をされてるじゃないですか。はい、どう思われてます？子供たちはママかっこいいって言ってまママかっこいい。す。そうですね。で、旦那さんはどうですか？旦那さんも、はいそうで気をつけてって感じです。応援してくれてる。あ、そうですね。でも一番嬉しいのがパパとちゃいます？パパですかね。パパ嬉しいと思いますよ。そうですかね。嬉しいかな。嬉しいとちゃいます。お子さんたちってはい。ね、助手席だったりとか乗せたりとかします？みんなもう助手席に乗ってたし、はい。で一番下の三男の子は、でチャイルドシート乗せて一緒に配達してました。マジっすか？はい消化ケース。そうですね。ちなみに旦那さんはどういったお仕事されてるんですか？魚屋です。魚屋。ご家族皆さんお魚屋さん。はい、もうね魚しかいないですね。はい。お魚に携わってない人がいないという。はい、いないですね。もう旦那様はご自身でまた違う魚屋さんやってるみたいな。ではなくて、はい別のなんかはい問屋のスーパー、業者さん向けのはい。スーパーなので水槽がある魚屋さん。ちなみになんですけど、慣れ初めとかって聞いたことないですか？最初にご飯に誘われた時は、はい。そのお客様ですよね。あ、そうです。うんはい。立場的に言えばね。はい。ね、で、ご飯に。今度ご飯行かないって言われて、あ、今度ご飯いいですよって。いいですよつって。じゃあパパの予定聞いときますって言って、はいはいはい言ったら、はい。いや違う、2人だよって言ってああ、2人だよっつっていきなり猛アタックされたわけですね。はいえってなるじゃないですか。嬉しいっていう気持ちなんですか？全然着飾ってない自分に、はいなんかご飯誘ってくれるなんて嬉しいなって思いました。ああ、そういうそうですね。そっちなんかもうメガネすっぴん、はいもうなんかね、たまに髪の毛に鱗ついてたりとかもするんで、はいなんかそんな姿でなんかご飯誘ってくれるなんてありがとうって思いました。ああ、ちなみに旦那さんはおいくつなんですか？私の13個上で今46歳です。あ、そうなんですね。そうです。で、何をしてる時がトラック以外でもそうなんですけど、一番楽しいですか？でも今は結構魚屋さんの営業が好きですね。営業。はい。買いに来てくださるお客様の声、なんか生の声を聞けるってなんかすごい嬉しくて。
なんかそれが仕事への原動力になってるので今なんで来週お客さんいるからちょっとこういうの欲しいからちょっとパパに頼んどこうとかちょっと来週はブリ出してほしいなとかなんかこういうの作ると多分お客さん喜んでくれると思うよとかなんかそうやってなんか提案するのがなんか最近楽しいなって思います。なんかドライバーのやりがいは、はいなんか運転してる時にこうやりがいこれ感じんねんなみたいなところあります？やりがいなんか漁師さんが一生懸命ねなんか取ってくれた魚はいとか育ててくれた魚をなんか私が個人のねお客様のもとになんか運んでってるっていうなんかそういうのがすごいなんか自分の役目ってすごい役目だなって感じる時があります。人と人とをつないでるみたいな、そうですね漁師さんだけだったらでもなんかやっぱ個人のね食卓に並ぶことはないけど活魚車がいることによってお魚を食べていただく方の元に届けれるっていうなんかすごい重要な役目があるなっていうのを最近感じましただからいつまでこうハンドル握ってたいとかってあります？子供が運転したい、なんかやりたいってなったらなんかもう譲ってあげたいです。なんでそれまでは私が守っていきたいなって思ってます。ハンドルを今は父がね主体になってやってるので少しずつ父も楽をさせてあげたいのでその時にはもう多分子供も大きくなってるので自分主体で動けていたらいいなって思ってます。満載です。お疲れ様です。今からどういう作業されるんですか？あ、今から水槽に下ろします。あ、水槽に下ろすんですね。はい。めっちゃ水槽大きいじゃないですか。しかも今もうカワハギちゃんいたりとか、はい、いろんなそう魚いるんですね。ですね。はい、います。水族館ですね、もう。またちょっと変わりましたね。はいもう雰囲気が。はい。まずどこの水槽にどんな感じで何を入れていくっていうはい、まずはそうですね。今、はい一番後ろにはいシマアジが乗ってるので、あ、シマアジちゃんですね。はい、向こうの水槽のはい。真ん中に真ん中に。シマアジを泳がせます。ああ、そんな感じなんですね。はいじゃあもう魚の種類によってもここに入れるっていうのがもう最初から決まってる。そうですね。大体定位置が決まってるので、はいそう。なんですね。サメも使うんですか？そうです。最後の一匹になると、い一匹で走り回って取りづらいので、ああ、そうなんタコですね。とタモではい囲って取ります。箱って取るんですか？はい。終わりです。じゃあタイ下ろしてきます。はい、お願いします。それ大体どれぐらい重量ありそうですか？結構重いで、多分15キロとかそのぐらいです。重い。これは一番です。お疲れ様でした。はいお疲れ様お疲れ様で。です結構重労働ですね、見てるそうと。ですね。すごい力つきます。ね、すごいですよね。はい。筋肉も。
あとやっぱりあれですね、結構飛び散ってましそうたね。ですね、もう鱗まみれですね。でこの後はどういった作業されるんですか？あとはその綺麗な海の水があるときは、こっちのお店の水槽とちょっと入れ替え、水槽の水を常に入れ替えして綺麗を保ってるようにしてます。そうなんですね。洗車お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。た。大体いつもどれぐらいの時間かけてやられてるんですか？そうですね、今日は2水槽しか使ってないので、あんまり時間かかってないですけど、大体1時間半ぐらいかかりました。そうですね。でこの後の予定としてはどういったことをされるんですか？そうですね、この後は給油して給油して子供たちを迎えに行きます。子供たちを迎えに行く。はい、これで迎えに行きます。これで行くんすか？はいマジっすか？はい超パンキーすぎません？びっくりされないですか？もういつも通りだからもう周りもあーみたいな感じなんですか？でも「何あれ?」みたいな感じやっぱです。そうなっちゃうんですよね。そうですね。すみません、本日はありがとうございました。ありがとうございま LED の緑です。そうなんですか。クリスマス的な。クリスマスカラーで。それ開くん？こじゃーん。携帯ホルダー。れ。いや多分違います。本日の動画は以上です。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。また見てください。ほな、バイバーイ。